2023年、千葉県木更津市の住宅の庭を掘り返したところ、白骨化した遺体が発見されたのだ。しかも約15年もの間、庭の土の中に埋められていたという木更津白骨死体遺棄事件ね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件は幼なじみの同級生を殺害した男が長年にわたり庭に遺体を隠し続けたという衝撃的な事件なのだ。15年間も誰にも気づかれなかったなんて信じられないわ。遺体が発見されたきっかけや犯行に至るまでの経緯には非常に複雑な背景が絡んでいるのだ。ヤングケアラーとして育った環境も関係しているって聞くと胸が痛くなるわ。後半では僕止めたんで、なぜ彼がこれほど長期間にわたり遺体を隠し続けることができたのか、そして証拠隠滅の背景に何があったのかについて深く考えていくのだ。事実だけでは見えてこない部分を私たちなりに掘り下げていくわよ。この事件が社会に突きつけた問題は決して他人事ではないのだ。一人の命が15年間も土の中で忘れられていたという事実、しっかり向き合わなければいけないわね。最後まで見ていただければこの事件の深さが必ず伝わると思うのだ。ぜひ最後まで付き合ってほしいわ。チャンネル登録とコメントもぜひよろしくなのだ。あなたの感想や意見もぜひ聞かせてほしいわよ。それでは木更津白骨死体遺棄事件始めるのだ。楽しんでほしいのだ。2023年のある秋の日、千葉県木更津市の住宅街の片隅で一人の男が静かに口を開いたのだ。静かに口を開いた？どういうことなの？男は警察に対してこう告げたのだ。庭に埋めてあるとのだ。庭に？それってどういうことなの？その言葉が意味していたのは15年以上もの間誰にも知られることなく土の下に眠り続けていた一人の人間の命だったのだ。15年以上もそんなことが本当に起きていたのね。この日を境に加害者の男の人生と消えた同級生の軌跡がようやく光の当たる場所へと引き出されることになったのだ。その男が何者なのか、そして同級生との間に何があったのか詳しく教えてほしいわ。まずこの事件の舞台となった場所から説明するのだ。場所の説明から始めるのね。現場は千葉県木更津市内の一軒家で、加害者の男、ここでは仮に A と呼ぶのだが、A が長年一人で暮らしていた自宅だったのだ。自宅の庭に埋めていたということよね。それがずっとわからなかったってこと？そうなのだ。住宅地の中にある普通の家で、外から見る限り何の変哲もない庭だったと近隣住民は語っているのだ。普通の庭の下にそんなものが隠されていたなんて想像もできないわ。 A は当時30代半ば、地元の木更津市で生まれ育った男だったのだ。地元で育った人なのね。どんな生い立ちだったのかしら。 A の生い立ちは決して恵まれたものではなかったのだ。幼い頃から家庭の中に大きな影が落ちていたのだ。家庭の影というのはどういうことなの？ A の母親は精神的な病を抱えており、日常生活を送ることが困難な状態だったのだ。父親は早くに家を出ており、幼い A は事実上母親の世話をする立場に置かれていたのだ。幼い子供が親の世話をしていたのね。それはいわゆるヤングケアラーということかしら。そうなのだ。ヤングケアラーとは家族の介護や世話を日常的に担う18歳未満の子供を指す言葉で、近年ようやく社会問題として認識され始めたのだ。でも当時はそういう言葉も概念もほとんど知られていなかったわよね。その通りなのだ。A が子供時代を過ごした2000年代初頭、ヤングケアラーという概念は日本でほぼ存在しておらず、行政も学校も家の中で何が起きているかに気づける仕組みがなかったのだ。支援の網の目から完全にこぼれ落ちてしまっていたのね。小学校の担任教師は後に A が給食をいつも残さず食べ、授業が終わっても教室に残っていたことが多かったと語っているのだ。学校が一番安心できる場所だったのかもしれないわね。家に帰れば病んだ母親が待っている。洗い物や食事の準備、薬の管理まで小学生の A が一人でこなしていたと伝えられているのだ。子供はしていい経験じゃないわ。どれほど追い詰められていたか想像するだけで苦しくなるわ。中学校に上がってからも A の状況は変わらなかったのだ。むしろ母親の状態が悪化するにつれて A の負担はさらに重くなっていったのだ。そんな状況の中で被害者となった同級生とはどんな関係だったのかしら。被害者の男性、ここでは仮に B と呼ぶのだが、 B は A と同じ中学校に通う同級生だったのだ。同じ学校の同級生なのね。当時を知るクラスメートによると A と B は特別に親しいというわけではなかったが、同じグループで行動することもあった、いわゆる顔見知り程度の関係だったそうなのだ。普通の同級生関係ってことよね。なのになぜそんなことに？ B は明るく活発な性格でクラスの中心的な存在だったと伝えられているのだ。A とは対照的に家庭環境も比較的安定していたそうなのだ。境遇の違いが何かを生み出してしまったのかしら。事件が起きたのは2008年頃、A と B が共に10代後半だった時期のことだったのだ。10代後半でそんな事件が起きていたのね。2023年に発覚するまで
実に15年近くもの間 B の行方を知る者は誰もいなかったのだ。15年間 B さんの家族はどれだけ苦しんだことか。 B が行方不明になった当時、周囲は B が家出か失踪をしたものと受け止めていたと伝えられているのだ。当時捜索などはされていなかったのかしら。 B の家族が捜索願いを出したかどうかの詳細な記録は明らかになっていないが、少なくとも事件として立件されることはなく、15年間の間誰もその死を知らなかったのだ。それだけの時間誰にも気づかれなかったというのがあまりにも悲しいわよ。さて、事件の核心に近づく前にもう少し A という人物の内面を掘り下げておく必要があるのだ。事件を理解するためにも大事なことよね。中学を卒業した後、 A は高校へは進学せず、地元でアルバイトを掛け持ちしながら母親の介護を続けていたのだ。高校にも行けなかったので将来の選択肢を最初から奪われていたのかしら。同世代の若者が学校に通い、部活に打ち込み、夢を語っていた頃、 A の日常は病院の付き添いと薬局の往復だったのだ。それがどれだけ孤独だったか想像するだけで苦しくなるわ。近所に住んでいた70代の女性は、あの子は幼い頃からお母さんの手を引いてスーパーに来ていた。偉いとは思っていたけど大変そうだとは思わなかったと語っているのだ。周りが大変さに気づかないのがヤングケアラーの問題の本質なのかもしれないわね。行政機関が A の家庭状況を把握していた記録も後に一部明らかになっているのだ。行政が把握していたの？なのに支援はなかったの？ A がまだ B と同じ中学に通っていた頃、学校のスクールカウンセラーが家庭の状況に懸念を示したという記録が残っているのだが、具体的な介入には至らなかったのだ。懸念があったのに動かなかったってこと？それは行政の怠慢よね。当時のシステムでは子供からの直接的な SOS がなければ介入のきっかけをつかみにくかったと福祉関係者は後に証言しているのだ。本人が助けてほしいと言えない状況だったのよね、きっと。 A は周囲に家庭の苦しさをほとんど語ることがなかったのだ。母親のことは自分で何とかしなければならないという意識が幼い頃から強く刷り込まれていたのだ。そういう子供ほど声を出せないのよね。その沈黙の中で A の内側では何かが少しずつ積み重なっていったのだ。その積み重なりがやがて B への行動に向かっていったということよね。事件が起きる直前の時期、A と母親の関係は特に緊張していたのだ。母親の病状が急激に悪化し、A が一日中目を離せない状態が続いていたと伝えられているのだ。逃げ場が完全になくなっていたのね。そんな状況の中で A と B の間で何らかのいさかいがあったのだ。いさかい？同級生との間に何があったの？ B は当時10代後半の男性で、A とは中学時代からの同級生だったのだ。ずっと顔見知りの間柄だったのね。近隣住民の話によると B は人当たりの良い青年で、困っている人を放っておけない性格だったと語られているのだ。 A の家庭の事情もある程度知っていたと伝えられているのだ。だからこそ A の家に出入りしていたのかもしれないわね。 B には高齢の両親がいて、家族からは優しい息子だったと語られているのだ。失踪後、家族が何度も警察に相談していたと報じられているのだ。ずっと行方を探していた家族がいたのね。その思いを考えると言葉がないわ。 B の母親は突然連絡が途絶えた、あの子がそんなことをする子じゃないと当時の状況を語っていたと伝えられているのだ。その言葉が重いわ。さて、事件の直接のきっかけに移るのだ。 A と B の間で起きた口論は母親の介護をめぐる言葉のすれ違いから始まったと伝えられているのだ。介護のことで言い争いになったの？ B が A の母親の状態を心配して声をかけたことが A の神経を逆なでする結果になったと報じられているのだ。 A は長年の疲弊と孤立の中で他者の言葉を支援ではなく批判として受け取るようになっていたと考えられているのだ。善意が届かなかったということかしら。その日、2人は自宅の居間で向き合っていたのだ。薄暗い室内には介護用の器具が置かれ、台所との境の引き戸が半開きになっていたと伝えられているのだ。日常の延長にある場所で事態が動いたのね。この後、事態は急転するのだ。口論が激しくなる中で A は B に掴みかかったのだ。 B は後ずさりし、壁に背中をぶつけた。その瞬間、室内に鈍い音が響いたのだ。 A は手近にあった工具を右手に握り直し、正面に立つ B へと向かっていったのだ。 B は両手を前に出して防ごうとしたが、体勢が崩れたまま床に倒れ込んだのだ。 A は上から押さえ込み、 B が動かなくなるまで力を加え続けたと報じられているのだ。室内は静まり返り、引き戸の向こうから母親のうめき声だけが聞こえていたと伝えられているのだ。 B はその場で息を引き取ったのだ。 A は長い時間その場から動けなかったと語っているのだ。言葉を失うわ。ここから A の証拠隠滅が始まるのだ。 A はその夜のうちに B の遺体を自宅の庭に埋めたのだ。その日のうちに庭に？ A は周囲に気づかれないよう
深夜に一人で穴を掘り遺体を土の中に埋めたと告白しているのだ。近隣住民は翌朝に庭が掘り返された形跡を見たが、何かを植えていると思ったと語っているのだ。15年間もそのまま庭に埋めていたなんて到底理解できないわよ。 A はその後も同じ自宅に住み続け、母親の介護を続けていたのだ。表面上は何事もなかったかのように日常生活を送っていたと伝えられているのだ。遺体のすぐそばで毎日を過ごしていたのね。 B が行方不明になったことは周囲にも知られていたが、当時 A が疑われることはなかったのだ。警察への届け出もあったが、捜査は進まなかったと報じられているのだ。15年という時間は隠蔽を成立させてしまったのね。事件が発覚したのは2023年のことなのだ。A が警察に自ら出頭し、約15年前に同級生を殺害したと告白したのだ。自分から告白したの？ A は出頭の際、もう隠し続けることができなかったと話したと伝えられているのだ。母親がすでに他界していたことも告白に踏み切った背景の一つと見られているのだ。介護が終わってもう守るものがなくなったということかしら。 A の告白を受けた捜査員が自宅の庭を掘り起こしたところ、白骨化した遺体が発見されたのだ。約15年の歳月が流れていたのだ。長い時間土の中に眠っていたのね。遺骨は DNA 鑑定によって B のものと確認されたのだ。15年間行方不明だった青年がようやく家族の元に戻ることができたのだ。家族はどれほど待ち続けていたか。 A は殺人及び死体遺棄の容疑で逮捕され、捜査が進められたのだ。犯行から15年が経過していたが、殺人罪に時効は存在しないのだ。時効がないからこそ真実にたどり着けたのよね。裁判では A がヤングケアラーとして追い詰められていた環境が情状として考慮されたものの、故意による殺人行為は明らかとして有罪判決が言い渡されたのだ。どんな背景があっても命を奪ったことは変わらないわよね。この事件が社会に投げかけたのは犯罪の問題だけではなかったのだ。ヤングケアラーを孤立させ続ける社会の構造そのものへの問いでもあったのだ。誰も助けに来なかった15年間はこの事件を生んだとも言えるわよね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず証拠隠滅の問題から話したいのだ。A は同級生 B を殺害した後、15年以上にわたって遺体を自宅の庭に埋め続けたのだ。15年間毎日その庭で生活していたということよね。それだけの年月どうして隠し続けられたのかしら。僕はこう思うのだ。A にとって庭の遺体を移動させることはむしろ発覚のリスクを高める行動に移ったのだと思うのだ。だから動かさないことが最善の隠滅策だったのだ。確かに下手に動けば目撃される可能性もあるわよね。でもそれだけじゃない何かがあった気もするわ。そうなのだ。僕が注目したいのは A が告白するまで誰一人として異変に気づかなかったという点なのだ。近隣住民も行政も学校関係者も誰も踏み込まなかったのだ。社会全体が A の家に関わることを避けていたとも言えるわよね。ヤングケアラーの家庭って外から見えにくいもの。まさにそうなのだ。証拠隠滅が15年間成立し続けた背景には A の巧妙さだけでなく社会的な無関心という構造的な要因があったと思うのだ。隠せたのではなく社会が見ようとしなかったとも言えるわね。では本題として A の内面崩壊はどこから始まったかを考えたいのだ。A はヤングケアラーとして幼い頃から介護や家事を担わされてきたのだ。子供が子供でいられない環境ね。学校に行きながら家では大人の役割を果たさなければならなかったわけでしょ。ヤングケアラーの子供は自分の感情を後回しにすることを強いられるのだ。怒りも悲しみもケアの義務の前では表現することが許されない状況に置かれやすいのだ。感情を押し込め続けた結果内側で何かが蓄積されていったのかもしれないわね。僕はこう思うのだ。A の内面崩壊の起点はケアを強いられる中で自分のニーズを主張してはいけないという思い込みが深く根付いたことだと思うのだ。自分の気持ちを言葉にする習慣はそもそも育たなかったということかしら。そうなのだ。感情を言語化する力が育たなければ葛藤が生じた時話し合いや相談という選択肢が見えにくくなるのだ。衝動が暴力という形で噴出しやすくなる土壌が生まれてしまうのだ。でもそれだけが理由だと断言できないわよね。同じような環境で育っても犯罪に至らない人も大勢いるわ。その通りなのだ。だから僕はヤングケアラーだから犯罪を起こすと言いたいのではないのだ。A の場合は孤立という要素が決定的に加わっていたと思うのだ。相談できる大人が一人もいなかったということよね。学校にも地域にも行政にも A の苦しさを受け止めてくれる人間がいなかったのだ。孤立した人間が追い詰められると視野が極端に狭まるのだ。逃げるという選択肢が見えなくなるわけで、それが気になっていたのよ。なぜ A は逃げなかったのかしら。僕はここが確信だと思うのだ。逃げるためには逃げた先に何かあるという希望が必要なのだ。しかし A にはその希望を育てる経験がほとんどなかったと思うのだ。助けを求めたことが一度でも報われていれば違ったかもしれないわね。ヤングケアラーの子供が助けを求めても周囲に
家庭内のことと片付けられてしまうケースは少なくないのだ。A も何度か限界のサインを出していた可能性があると思うのだ。でも誰もキャッチしなかった。そのサインを見逃し続けた周囲の責任も小さくないわよね。そしてもう一つ、共依存の問題があると思うのだ。A は長年ケアを担うことで家族との間に歪んだ結びつきが生まれていたのだ。そこから抜け出すこと自体が困難な状態になっていたのだ。ケアすることが自分の存在意義になってしまうと、その関係から離れられなくなるわよね。その共依存的な関係の中にいたからこそ、A は外の世界に逃げるという発想を持ちにくかったと思うのだ。家という牢獄に自らの意思で泊まり続けてしまったのだ。外から見れば逃げられる状況でも本人には全く見えていなかったのね。さらに言えば、同級生 B との間に何らかのトラブルが生じた時、A には怒りを処理する術も誰かに相談する術もなかったのだと思うのだ。だから衝動的な暴力という最悪の形で感情が出てしまったということかしら。僕はそう考えるのだ。長年圧縮され続けてきた感情が一つのきっかけで一気に爆発したのだと思うのだ。その瞬間、A は取り返しのつかないことをしてしまったと即座に認識したはずなのだ。だから隠すという行動に直結したのね。パニック状態の中でとにかく隠すことしか考えられなかったのかもしれないわ。そしてその隠すという行動が15年間継続したのだ。これも A の心理状態を表していると思うのだ。誰かに打ち明けることで楽になるより秘密を抱えて生き続けることを選んだのだ。打ち明けた先に何があるかを想像する力も信頼できる人間関係も A には育っていなかったのかもしれないわね。だからこそ最終的に A が自ら告白したという事実が僕には非常に重く感じられるのだ。15年間一人で抱え続けた末にようやく言葉にできたのだと思うのだ。告白するまでの15年間、どれほどの重さを一人で背負っていたのかしら。その孤独の深さを思うと胸が締め付けられるわ。僕はやっぱり A の内面崩壊の起点は感情を持つことも助けを求めることも許されなかった幼少期の孤立にあると思うのだ。ヤングケアラーとして育つ中で人間としての根幹の部分が傷つけられ続けたのだと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ一つだけ付け加えるなら、その孤立を放置した社会の側の責任も同じくらい重く問われるべきだと思っているわ。次に、周囲はなぜ A の異変に気づけなかったのかという不可説を考えたいのだ。もし気づける機会があったとすれば、いくつかの具体的なポイントが浮かび上がってくるのだ。15年もの間、誰も何も感じなかったというのは、それ自体がおかしいわよね。まず学校の段階なのだ。A がヤングケアラーとして過重な負担を担っていたなら、登校の遅れや成績の変化、給食の様子など日常の細かいサインが必ずあったはずなのだ。担任教師や養護教諭がそこに敏感であれば、家庭の状況に踏み込むきっかけが生まれていたと思うのだ。でも当時の学校現場にはヤングケアラーという概念すら浸透していなかったのよね。気づけなかったというより、気づく言葉も枠組みも持っていなかったということかしら。まさにそこが問題の核心だと思うのだ。ヤングケアラーという言葉が社会的に認知されたのはここ数年のことで、 A が子供だった時代には支援の網が存在していなかったのだ。見えていても見える形になっていなかったのだと思うのだ。そう考えると A は制度の空白の中に落ちていたので、それがこれほど大きな悲劇につながったと思うとやりきれないわ。次に行政の段階なのだ。家庭内に DV や介護の問題があれば、福祉事務所や児童相談所が関与できるルートはあったはずなのだ。ただ当時の児童相談所は深刻な身体的虐待のケースに対応が集中しており、精神的な放置やヤングケアラーの問題は後回しになりやすい構造があったのだ。身体的な傷がなければ見逃されてしまうというのは今でも変わっていない部分があるわよね。それに加えて近隣住民の視点も重要だと思うのだ。庭に人が埋められた状態で15年間誰も何も気づかなかったという事実は、地域コミュニティの希薄化を如実に示しているのだ。かつてであれば近所の人間関係の中で、あの家は何かおかしいという感覚が共有されやすかったはずなのだ。地域のつながりが薄れた結果、異変を察知できる人間が周囲から消えていったということね。ここで一つ不可説を立てたいのだ。もし学校の教師が一度でも A の家庭を家庭訪問し、生活の実態を把握していたら、その後の経緯は変わっていた可能性があると思うのだ。家庭の状況を知った大人が一人でも介入していれば、 A が極限まで追い詰められる前に別の出口があったかもしれないのだ。でも家庭訪問で全てが見えるわけでもないわよね。表面上はしっかりした子として見られていたとしたら、かえって見逃されてしまうこともあるわ。その通りで、ヤングケアラーの子供ほど自分がしっかりしなければという意識が強く、外では問題のない子に見えることが多いのだ。それがかえって支援の手が届きにくくなる要因になっているのだと思うのだ。つまり問題なさそうに見えること自体が深刻なサインである場合があるということね。次に社会構造の問題に踏み込みたいのだ。今回の事件で浮き彫りになったのは、虐待、DV、介護疲れを早期にキャッチする仕組みの穴なのだ。これらは家庭という密室の中で起きるため、
外部からは非常に見えにくい構造になっているのだ。そして見えにくいからこそ表面化した時にはすでに取り返しのつかない段階になっていることが多いのよね。現在の制度では学校、児童相談所、福祉事務所、医療機関がそれぞれ情報を抱えていても横断的に連携して一つの家庭の全体像を把握する仕組みが弱いのだ。A の家庭もおそらく複数の機関が断片的に関わっていた可能性があるが、誰も全体を見ていなかったと思うのだ。縦割りの弊害がそのまま人の命に直結してしまったということね。本当におかしいわよ。さらに深刻なのは被害者である B の失踪についても誰も長期間追いかけなかったという点なのだ。友人が突然姿を消した時、それを追う制度的な仕組みが機能していれば少なくとも早い段階で何かが発覚したはずなのだ。 B の家族や友人は15年もの間どんな思いで過ごしていたのかしら。それを思うと言葉がないわ。行方不明者の多くは事件に巻き込まれているにもかかわらず捜索が短期間で終わってしまうケースが多いのだ。特に成人の場合は自分の意思で去ったと判断されやすく、積極的な捜査につながりにくい現状があるのだと思うのだ。自分の意思で消えたのか、それとも何かに巻き込まれたのか、最初の段階で丁寧に見極める体制が必要なのよね。今回の事件全体を振り返って僕はやっぱり社会が複数の段階で A と B の両方を見捨てていたという点がこの悲劇の本質だと思うのだ。 A はヤングケアラーとして SOS を発せない子供だったのに誰も救わず、 B は A に殺されてから15年間も土の中に放置されたのだ。加害者も被害者もどちらも社会の網の目からこぼれ落ちていたということね。そして A が15年後に自ら告白するという形でしかこの事件は終わることができなかったのだ。それは A が自力で選んだ最後の告白であると同時に社会が自力ではたどり着けなかった真実でもあるのだと思うのだ。制度が機能していればもっと早く B の遺族に真実が届いていたはずなのにね。それが本当に悔しいわ。僕はやっぱりこの事件の根底にあるのは個人の狂気や残忍さではなく、壊れた家庭環境を放置し続けた社会の構造的な失敗だと思うのだ。加害者の責任は当然問われるべきだが、それだけで終わらせてはいけないのだ。私も同じ見方をしているわ。一人の人間が追い詰められていく過程で何度も介入できたはずの場面があったのに全部見逃されてしまった。その事実を社会全体で受け止め直す必要があると思っているわ。というわけで今回は千葉県木更津市で発覚した白骨死体遺棄事件、そして15年間埋められ続けた真実を解説したのだ。どうだったメタン？ズンダモンが指摘してくれたように、これはただの殺人事件じゃなくてヤングケアラーとして孤立した人間が追い詰められていく過程の話だったわ。社会の構造的な失敗という視点は本当に考えさせられるものがあったわ。被害者の B さんは誰にも知らされないまま15年以上もあの庭の土の下に眠り続けていたのだ。せめて今その名前と存在が多くの人に届いてほしいのだ。 B さんのご遺族がようやく真実を知ることができたのが唯一の救いね。安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。